彼らがいていく中で鍛え上げていかれるから。120年ぐらい続いてる鍛冶屋。感覚、色。重量的にはすごく軽いです。鍛え上げてあるからいくら薄くても刃こぼれを起こさないです。もう一生ものとして使っていただけます。この中こうやって差し込む、これだけ。初めて見ました。これが一番最初に出てくるケラで、これが玉鋼、これを叩いて生成したもの。玉鋼はね、さすがに入れないの。この大きさでも5万か6万ぐらいになっちゃう。じゃあ行きましょうか。はい。鋼。そんな状態なんですね。この状態できます。ここ穴が開いてて、この奥から送風機でこれ風が出るんです。毎日朝はね、こうやって前の日にやった分を掃除してそれからかかります。この工場をずっと使われてるんですよね。そうです。初代の時から。私は4代目です。だから120年ぐらい続いてる鍛冶屋。そのまませっかく習って帰ったのに。水でこうやって周りを固めていくんです。何度で熱するとかあるんですか？温度測ってないから感覚、色。これが接着剤。これが砂鉄を混ぜてある接着剤。
大変な作業ですね。なかなかね、夏場はできないの。これでね、単独包丁小さい方ね、10本ぐらい取れるかな。はい、これで仮付けが終わりました。これから仮沸かし言うてはい。作業やります。沸かしっていう作業がなかなか皆さんできない。そう、温度の管理はね、もう目で見ただけなの。鉄と鋼の温度が違うとくっつかないんですよ。鉄は1200、300までいくんだけど、この白の2は900度になったら溶けちゃうの。沸かしをやる場合にはだいたい700から800ぐらいまで持って上がらなきゃダメなんです。それを見極めてるってことですか？そう。この部分、この色になると叩いてもくっつくの。同じ色でしょ。まあ見た目ではなかなかね。これで仮沸かしが終わった。それでこういうふうにでね。この機械は何で動いてるんですか？モーターで回してはい。ベルトが回してすごく昔の機械の単純でしょっちゅう壊れるんでね、その都度自分で修理してやってます。大体忙しい時に限って壊れるああしたものでね。これで仮沸かしが終わりました。次は本沸かしに入ります。仮沸かしと本沸かしは何が違うんですか？またさらに温度を上げます。これは温度を上げてね、はい。またこの粉を振りかけて、
で鋼はここまで入ってるの、この先端。まだまだこれを薄くしないといけない、まあ、こんな仕事だからね、みんなやらなくなっちゃったの。合わないもの絶対量産できないもん。今やってる作業が一番大事な作業ですか？そうですね、この時に下手をすると溶けちゃうからね、鋼が。よし、ちょっと休憩。どこも金曜日までね、これ1本で10本ぐらい作ってみるから、それを研ぎをやって出来上がり。わかりました。これがペーパーナイフ。ペーパーナイフ。これ柳刃って刺身包丁。この種類は大体いつも常時作る分です。昔の日本人っていうのは鉄分不足を起こしてないんですよ。鉄瓶でしょ、鉄釜でしょ、鉄鍋、鉄の包丁、自然と鉄分が体に入ってくるわけ。毎日3食作って、その上に包丁まできれいにしてってなんて無理なんですよ。だから管理の仕方を楽にしてできるようにしてあげれば、鉄の包丁も使いやすいし、で切れ味も違うし、それを皆さんに分かってもらいたいっていうことで話をしてるんです。この薄さにする。全体をこれぐらいの薄さまでいっぺん伸ばして、それからまた包丁作るときはもういっぺん薄くしていくの。だからこれぐらい鍛えてるから薄さで物を切ってもなんともない。しっかりと鍛えていく中で鍛え上げていかれるから。この薄さで包丁の薄さになりますね。食べれた。やめよう。よいしょ。こいつの消えもあってね、なかなか手でばっかり叩けないの。はい、これで終わる。
今日の作業終わりです今日は。はい。あそこに鍛冶屋の神様があるもんで。ここがね、たたらでやるけら。これほらほら普通の人違うでしょ。鉄のくずだわね。ここでやってたみたいなの昔野だったらいい。ちょっとやっとこれであとはまた徐々に薄くしていってこういう感じ。これ叩いるとまた倍にはなります。だからこの飛び出てるのが鋼。これ手で叩いて包丁の形にするんですか？そうプレスは一切使わない。同じものはもうまず無理。似たようなものはできるけど。
手で打つのと機械で打つのとだと何が違うんですか？機械でやると大叩きはいいんだけど、こういう細かな仕事は機械では無理なのよ。力加減もあるでしょ。加減しながらね。基本こうやって余すことなく使えてるんですか？大体余すことないようにいろいろ細工しながら。ウグイスがすごい鳴くんですね。最初は結局ってやってるもん方がなかった。ずいぶん上手になってきた。できた。小型の万能包丁は2本取れた。おお。2本、3本、6本、8本。よいしょ。よいしょ。あ、そこに落ちてた。明日はこれに柄のところを作ってね、それから荒研ぎをやって焼き入れまで持っていこうと思って。はい。よいしょ、はい、終わり。今回8本できました。今日は中子を作る。これから。
から形を整えます。はい。一回座ると立てない長いこと継ぎ足し継ぎ足しやってるから。強くなるんですか？強くなると硬くなる。今のはこう上でポンと叩けばそれで曲がるけどね。これでやるともうあと曲がらなくなる。この焼き量それぞれの鍛冶屋さんで違うから、だから一切出さないっていう人もいるのよ。はい、これはいい取られて、人には分かる。みんな水の中ザブッとつけて終わりでしょ。強度を出すためにこれじゃないと焼きがもう入らないの。後ろはね割れちゃうの。油に入れてある程度冷ましたもので水に入れて、そこからじわーっと今度はゆっくり焼きが戻るのを待たないから。すげえ面倒くさいやり方だ。
茶色になってるでしょ。ちょっと茶系統にこれで焼きが入ってます。焼いた色を見てね、その色によってこの油だけ入れる時間とか水に入れた時間とか。これで午前中終わりです。はい。これで絵が出来上がり。あとは差し込むだけ。明日仕上げたらね、はい、刺していくの。果物ナスを少し作りますわ。はい。
これで終わりです。よし、やっちゃおう。これは全部鋼だからまたちょっと違うんですか？これは真っ赤に焼いてね、こうなって入れるだけ。高橋さん、手を見せてもらっていいですか？じゃあ僕ちょっと持ってきたし。よいしょ。なかなか動きも悪いしね、すごいこういうことがね苦手になってくるの。こんだけ濡れる予定なんですか？もうびっしょりだよ。これやってても下みんな濡れてくるから。
全部きれいに一本の線に見えるでしょ。そうなると研げてるってことね。こうやって焼いて入れてるからね、しっかり入ってるから。でまだこれから最後の仕上げが残ってる。
これで完全に完成。はい、完全に完成。あとはご注文。高橋さんの包丁はどこで買えるんですか？もう通販、私どもの方直接電話してもらったら一番間違いないです。イベントやっております。道の駅とか、この近くですと須佐神社、そんなところでやっております。ごっそり持って行ってね、これ並べとくけど、帰る時に軽くなることがあるの。売れて嬉しいけどなくなって悲しいっていう感じで、もう一生懸命作らないかんわっていう感じ。はい、いろんなもの作ってます。どうぞ。で、かまいたちをしてね。皿もそうやって作る。私のところの包丁は一番違うのは買われた後のメンテナンス。研ぎと柄の交換ずっと無料です。で、この包丁自体が40年以上持つように作っておりますので、もう一生ものとして使っていただけます。この部分はもう長いからこの人。重量的にはすごく軽いです。鍛え上げてあるからいくら薄くても刃こぼれを起こさないです。じゃあこれで以上になります。お願いいたします。こちらこそありがとうございました。